絶対絶命の雪道すべてを切り開く最強の除雪車と消防戦車雪も風も越えていけ、ハロー、僕はポポ、よろしくね。今日の乗り物ワンダーは除雪車を紹介するよ。雪を片付ける乗り物があるって聞いたんだけど、あ、来た。これはロータリー除雪車っていうのよ。すごい、雪を飛ばしながら走ってる。雪が多く降る地域では道路に雪が積もって車や人が通れなくならないように除雪車が道路の雪を片付けてくれているのよ。ロータリー除雪車は1時間におよそ3000トンもの雪を片付けることができるのよ。すごい量だね。この赤い輪っかはオーガって言って回転することで雪をかき集めることができるの。オーガの爪は先が尖っていて硬い雪がぶつかった時に砕けるようになっているのよ。これで硬い雪を砕いているんだね。オーガでかき集めた雪はその後ろにあるブロワーという羽がついた装置で巻き上げるの。そしてその上にあるシュートという筒を通して外に出しているのよ。さらにこのロータリー除雪車にはこんな便利な機能もあるのよ。あー、車の真ん中で折れ曲がってる。どうしてこんな風になるの？小回りができるようになるから U ターンもしやすいし作業がしやすいのよ。じゃあポポ、ここでクイズよ。ロータリー除雪車は最大何メートル先まで雪を飛ばせるでしょうか。1、5メートル、2、10メートル、3、40メートル。みんなも10秒考えてみてね。どれくらいだろう。でもさっきはすっごく飛んでたから2の10メートルぐらいじゃないかな。わかったかな？正解は3の40メートルでした。そんな遠くまで飛ばせるんだね。ちなみにこの除雪車は2メートルくらいまでの積もった雪を片付けることができるのよ。すごいね。ポポ、他にもいろいろな除雪車が除雪基地にいるらしいから行ってみましょう。到着。まずはこれ、一車線積み込み型ロータリー除雪車よ。ロータリー除雪車とどこが違うの？横から見てみるとわかるわよ。横から？あ、クレーン車みたいな腕がついてる。この腕こそが最大のポイント。前で集めた雪を腕の中を通して後ろを走るトラックの荷台に積んでいくのよ。他の車の邪魔にならないように一車線だけ使ってトラックと協力して雪を片付けるのよ。そうなんだ。除雪車はまだまだ他にもあるのよ。これは除雪ホイールローラー。特徴はこの大きなブレード。左右の角度を自由に変えられるのよ。角度を変えるとどこで活躍するの？実際に働いているところを見てみましょう。小回りが利くから主に市街地で路肩の雪を押しのけたり雪を集めたりするのよ。力持ちだね。
次は除雪トラック。この大きなブレードを使って雪を片付けるの。本当に大きいね。でもどうして斜めになっているの？降ったばかりの雪を素早く道路脇に片付けることができるのよ。とっても早いね。次は除雪モーターグレーダーよ。変わった形をしているね。他のブレードは車の前についていたけど、この除雪車は前輪の後ろにブレードがついているのよ。ブレードを地面に押し付けることで硬くなった雪や氷を削り取るように除雪するから、後ろについているのよ。そうなんだ。ブレードに似たサイドウィングという装置をつけることで、歩道に積もった雪も片付けることができるの。さらに除雪モーターグレーダーにはもう一つ特徴があるのよ。あれ？タイヤが傾いてる。傾けたらまっすぐ走れなくなっちゃうよ。ブレードで雪を押しのけるとき、タイヤが滑ってまっすぐ進めないことがあるの。ほらポポ、見て見て。ほんとだ、斜めになってる。そこで前のタイヤを滑る方向と逆に傾けることで、踏ん張ってまっすぐ進むことができるのよ。すごいね。雪の量や場所に合わせていろんな除雪車で雪を片付けているのよ。除雪車のおかげで雪の多いところでも人や車が安全に道路を通ることができるんだね。ポポ、除雪車の仕事を分かってくれたかな？とってもよくわかった。雪の中、みんなのためにいつもありがとう。今日の乗り物ワンダーは除雪車でした。それじゃあみんなバイバイ。絶体絶命の雪道、すべてを切り開く最強の除雪車と消防戦車、雪も風も越えていけ。地震や大事故が発生した時にサポートしてくれる支援車、ものすごい設備があるよ。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ、よろしくね。今日紹介するのは支援車だよ。今日は消防署で支援車を見せてもらうんだ。それはよかったわね。支援車なんてなかなか見られないからね。そうなんだ。今からワクワクしているんだ。行ってきます。こんにちはポポ、よく来てくれたね。これが今日紹介する支援車だよ。これが支援車よポポ。おお、すごく大きいね。こちらの支援車の大きさは長さおよそ9メートル、重量は10トンで10人まで乗れる大きな車なのよ。すごいね。大きなバスのようだね。でも大きいのはわかるけど、ポンプやはしごなど消防車に必要な装備が積んでないよ。どうやって消火活動をするのかな？実はね、支援車は消防隊員をサポートする裏方の車なんだよ。裏方？
そうなの。大きな災害や事故が起きた時、消防隊員さんは長期間活動するでしょ。それをサポートするのが支援者の役目なのよ。へえ、そうなんだ。でも消防隊員さんのサポートって一体どんなことをするのかな？じゃあ車内を実際に見てみるかい？うん、お願いします。今から変身するからちょっと待っててね。あれ？消防隊員さんが支援者の下に何か置いたよ。うやー、なんか棒のようなものが出てきた。後ろ側も同じように出てきたぞ。ポポ、よく見ていて。ここからが見ものよ。支援者の横の部分が飛び出てきたよ。なんだ？すごいすごい。一体どこまで横に広がるんだろう。支援者は3分ほどかけておよそ 1.5 メートル横に伸びるのよ。横にもう1台分ぐらいの部屋が急に現れた感じだね。中はどうなっているのかな？じゃあ車内を実際に見てみるかい？うん、お願いします。ポポ、支援者の中に入るにはここの扉から入るのよ。うわー、もう本当に家の中みたいだ。冷蔵庫もテレビもあるぞ。すごいな。大きな災害や事故の時には消防隊員さんが長期間活動するでしょ。だから支援者で食事をしたり休憩を取ったりパソコンで情報を伝えたりするための場所を確保するために変身するのよ。確かにこれなら長期間の活動も無理なくできる環境だね。さらにこの椅子がベッドに変身するのよ。うわー、椅子が並んでベッドになった。災害地でもこの支援者があれば無理なく過ごせるでしょ。これは何だろう。これは支援者に積んである水の量やバッテリーの残量などを表示する計器類なの。そうなんだ。そうだポポ、車内がどうやって広くなっていくか見てみたくない？見たい見たい。これが広がっていく様子よ。うわー、どんどん部屋が広くなっていく。支援者ってすごいね。あと最後に後ろの部分、ここには何があると思う？なんだろう。白い箱みたいなものがあるけど。ここには小さいけどシャワールームがついているのよ。へえ、シャワーまで使えるなんてすごいな。さらに車の上にはソーラーパネルがついていて自家発電もできるの。へえ、何でもできちゃうんだね。支援者のことがいろいろ分かってきたところで、じゃあポポ、ここでクイズよ。支援者にはもう一つ重要なあるものが装備されています。それは一体何？ 1. 地図レーダー、2. 車両証明、3. 時計。1の地図レーダーかな。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな？正解は2の車両証明でした。災害や被災地では
照明なども使えなくなるので、野外活動には照明が欠かせないの。だから車両照明があると野外活動にとっても便利なの。支援車はいろんな機能がついてるスーパーマシンだね。ポポ、支援者と隊員さんのこと分かったかしら？支援者や隊員さんがいるおかげで安心なんだね。今日の乗り物ワンダーは支援者でした。それじゃあまたね、バイバイ。絶体絶命の雪道すべてを切り開く最強の除雪車と消防戦車、この街のヒーロー永遠の地震や台風などの災害が起きた時に活躍する災害対策レッカー車。みんなで力を合わせて助けてくれるよ。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ、よろしくね。今日紹介するのは災害対策レッカー車だよ。また JAF に来ちゃった。今日は災害対策に出動する車に会えるって聞いたけど、どんな車なんだろう。ポポ、ここは JAF の小田原基地よ。レッカー車がたくさん止まっているね。レッカー車のことはよく知っているけど、災害対策に出動する車はどれだろう。こんにちはポポ、よく来てくれたね。災害対策に出動する車はどれですか？はい、災害対策車はこっちだよ。これ普通のレッカー車とどこが違うんですか？そうだね、普通のレッカー車と違っていろんな装備がついてるんだよ。そうなのポポ、地震や台風などの災害が起きた時に警察や自治体と力を合わせて道路を塞ぐ車両などを取り除くのが災害対策レッカー車の役目なの。早く道路を通行させて災害地の復旧に活躍しているのよ。災害対策レッカー車はすごい車なんだね。普通のレッカー車と違うところはどこなんですか？はい、普通のレッカー車と違ってウインチが2つついている車です。でもウインチの先の色が違うのはなぜ？ウインチの左右の色が違うのは右と左を間違わないようにしてあるためよ。でもなぜウインチが2つもついているんですか？はい、横倒しになった車をこの2つのウインチを使って起こします。ポポ、今日は事故を起こした車を引き上げる訓練を見せてくれるわよ。やったー。右後ろ痛くだよし。うわー、車が持ち上がった。車両離れて安全確認完了したら、下の車両を引き出します。はい。シグナル設置よし、了解。よし。次の割り込みます。はい。了解。車両の下には絶対に入らないので注意して、ブレーキ確認もしてから動かすこと。了解。ブレーキ確認お願いします。ブレーキ離します。せーの。ブレーキます。ブレーキ確認 OK。はい、ブレーキ確認了解。流れ止め外します。はい。じゃあ押します。十分注意して動かすこと。ブレーキ離します。はい。大丈夫そのまで。おお、下の車が抜け出せたね。燃料漏れなし。なお角度変わるんで、オイル漏れ、ガソリン漏れの可能性があるため消火器の準備。最後に前の車を下ろしたら完了よ。
このように JAF ロードサービスの隊員が特別に訓練を受けて災害救助に当たるの。はい、オイル漏れかガソリン漏れはないか。オイル漏れ、燃料漏れ、よし。はい、ないことよ、確認了解。オイル漏れ、燃料漏れなし。設置確認。無事車が元に戻ったね。災害対策レッカー車はすごいね。サイドブレーキ確認よし。災害対策レッカー車は他にも重要な装備を積んでいて、消火器や救護のための機材も備えているのよ。そして災害地では作業をしているのを周りの人に知らせることも重要なの。だから作業中という標識も出るようになっているの。じゃあポポ、ここでクイズよ。災害対策レッカー車は災害以外にも出動する場面があります。それはどんな時でしょうか。1、大雪。2、火事。3、船の転覆。1の大雪かな。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな。正解は1の大雪でした。大雪の時は車が動けなくなったりスリップしたりするからとても危険なの。そんな時も災害対策レッカー車は活躍してくれるのよ。災害対策レッカー車はどんな時も助けてくれるんだね。うわー、こっちは可愛らしい車がいるよ。この車は何ですか。ポポ、これはね、バン型サービスカーといって、砂浜だとか山道だとか普通の車が入っていけないような場所ではまってしまった車を、この前のウインチを使って引っ張り出すための車だよ。ウインチ。そう、このバン型サービスカーの前の部分にはこのようなウィンチと呼ばれる装置がついているの。このウィンチは見ての通りロープが前まで伸びるようになっているの。このウィンチを救助する車に接続して引っ張り上げて救助をするのよ。うわー、ロープが巻き取られていく。他にも砂浜や山道での救助を想定してさまざまな機材も積み込んでいるのよ。このバン型サービスカーはミニカーみたいで可愛らしいね。ポポ、災害対策レッカー車やバン型サービスカーのこと分かったかしら。災害時や緊急時に活躍してくれる頼もしい味方だね。今日の乗り物ワンダーは災害対策レッカー車でした。それじゃあまたね。